はい、こんにちは。今日は本当は見せたくないんですけど、ガレさせちゃったシリーズのお手入れシリーズ、お手入れシリーズをやりたいなと思ってます。持ってる木がだんだん悪くなるっていうのは、私も経験していて、あの、わかるわかるっていう人もいてくれたら助かるんですけれども、基本的な管理が間違ってたっていうのも一つの原因ですけれども、寒冷地の植物を暖かいところで育てるのは限界がありますし、そういう自生地の問題っていうのもあると思います。で今回持ってきたのは、まずはこちら。ね、すごいいい実生して結構育てていたんですけれども、水切れ、棚の下に落ちてたのを気づかずにずっと水やらなくて、結局、ほとんどここら辺にいい枝があったんですけど、枯れちゃった赤松。枯れてもったと思ったんですけど、このちっちゃい芽が一つ緑のやつが残ってて、もしかしてと思って培養を続けてたら、今こういう風になっています。ここに、ちっちゃい芽がですね、あるんですよ。なので、ここはジンとかシャリの芸を入れて、落ち枝でぐーんとやって作ったら、まあ、これはこれで風情としてよろしいんじゃなかろうかというふうにこの辺に作ると落として、はい、これは伸ばして、ここにあるちっちゃい芽で、作っていくっていう、方向性で、この赤松さんは考えています。すごいね、もう金婚金もすごい元気だし、まあ、この木はね、これでやっていくのかな。まあ、特にこれはすることなし。こういう木もあります。我が家にはこういう木はありますというご紹介。で今日手入れしたいのは、とりあえずこの米津が、これも寒冷地の木ですね。でもまあ、夏はそんなに難しくはなかったんですけど、やっぱ、なんていうか、良くはならないですね。次はもうこれですね。もう枯れちゃったっていうやつなんかもありますから、まあ、こういうのをね、少し良くして、愛情を注いでいったら、まあ、ちょっとは良くなってくれるんじゃないかと。そういう、そういう希望的観測です。はい。枯れてますから、弱ってますから、まあ、きついことはできない。根詰まりとか根腐れしてたら、まあ、救済しないといけないんですけど、植え替えも強いことはせず、あと、剪定とか停止も強いことせずに、まあ、ちょっと方向性だけ出していくっていうようなシリーズにしたいなと思ってます。はい。なんとも言えない。なんとも言えない。ただこれは、どっかが枯れたとかそういうんじゃなくて、もともとこういう感じで、樹勢が乗らないというか、この辺から倒木するとかいうわけでもなく、本当にこのままの状態。それでもなんとかうちの棚場で何年もこの状態で生きてくれてますので、基本的には枝は減らさない、枝葉は減らさない。あとはここのまっすぐなところを少し模様をつけて、今より少しサイズを小さくして、いい感じにしたいなと思います。で、この辺のまず苔をね、ちょっと粘りが良かったら、そこがね、見どころになるかもしれないので、植え替えという植え替えはしないけれども、ちょっと根を出すようなことをしたいなと思います。涼しいところではですね、もう雑草みたいに生えてるとか、わさわさ生えてるっていうやつも、こっちではなかなか難しいっていうのがありますけど、そういうのはもう諦めて、自分の環境に合う植物を育てるっていうのでね、もいいと思うんですけど、うちにあるやつですから、それはちゃんと、盆栽として考えつつ、お世話していきたいなと。そういうところ、そういう精神です。うん、小さい苗のうちだったらまだ適応、その場で生きていく可能性あるので、そういうのはね、ちょっと気に入ったものがあれば買うことはあると思うんですけど、それ以外のまあ立派な完成木なんかは、もうその環境で長く育ってきてるものですから、うちではとてもお迎えできないなという諦めも肝心かなと思います。地上部は乗ってこないんですけど、根はよく張るんですよね。ポテンシャルはあると思うんですけど。どうなのかな。今日はラフィアを用意できなかったので、どうしましょうかね。まあ、裸でかけるか。一本でしっかり曲げたいので、少し太めの針金をチョイスします。ちょっと先端は斜めに切って、危ないですけど、手が刺さりやすいように斜めに切ります。そうですかね。スッと。
スッと刺します。他のところは、まあ、もう少し細い針金で沿わせて、米粒がもう割と心拍みたいな樹形になる、このつぶさないやつはどうかわかんないんですけど、山の写真なんか見ると、結構風とかに煽られて、ビシャってなってるやつとかありますので、まあ、そういうのをイメージして作れたらいいですけど、あらかた針金かけたので、構想通りに迷いなく曲げていきます。こっちはね、曲げること自体は多分大丈夫で、やっぱりあっちかな、こっちかなと行ったり来たりさせるのがかわいそうなので、それはないように構想通りに曲げていくという感じです。今回は負担を考えて一曲げしたらもうそれ以上曲げないということをやってみようかなと思うけど、実際ね、できないんだけどね。心拍のような、ぐねぐねはね、さすがにできないと思いますけど、間延びしてますので、少し心拍の容量も考えながら、あと、葉の表と裏を変えないようにというのも大事なポイントかもしれません。この木はこっちが表なので、それが裏側に回らないようにということも考えながら、まあちょっとね、曲げると。で、細かいところも曲げますが、これも、あっちかな、こっちかな、じゃなくて、よし、こっちだと思ったところに、狙いを定めて曲げると。よし。次はこっちですね。一回後ろに、これは一回後ろに回して、裂けない程度に回して、で、また前に持ってきましょうか。はい。木の枝も、こんな感じで。あとはこっちですね。これはまあ、ちょっと、一旦後ろにこれも回して、緩やかにねじることはできると思うので、こんな感じで、半回転ぐらいを目安に、ここは小さくまとめたいと思います。